いきます。始まりました。ずっとご無沙汰しているブロックチェーン TV の中村です。今日は太田君が久しぶりに我が家に遊びに来てくれたんで、恥ずかしながらもう一度ブロックチェーン TV に動画撮ることになりました。で恥ずかしいんだからまた久しぶりに赤ワインを飲みながら撮ってます。で何の話するんだったっけ。やっぱ中村さんの過去のビル・ゲイツの話聞きたいですね。僕はマイクロソフトって会社に1989年から1995年か6年かちょっと明確じゃない勤めたんですね。で最初の3年間は Excel の開発で後半の3年間は今のマイクロソフトの代理店制度とかセレクトっていう大規模契約のみんなの話し合いからホンダ技研とか東京海上とか三菱商事との契約をまとめるところまでやったんですね。ただはっきり言って下っ端だったわけですよ。全然出世できなくて、だから僕ごときがビル・ゲイツと話した話とかで出すのは非常に恥ずかしいんですけど、僕なりにやっぱり MS の社員だったことがあるんで彼の記憶があるんですね。でそのことを聞きたいっていう人多いんで本当に恥ずかしながらですけどお話しさせてもらいます。あれはですね1991年か90年かあたりだと思うんですけど、マイクロソフトの日本法人の5周年記念パーティーってあったんですよ。どこのホテルか忘れちゃいましたけどホテルでビル・ゲイツがその日本法人5周年おめでとうってことでお父さんとお母さんと来たんですよ。ビル・ゲイツがビルパパビルママで、ビルパパがねめちゃくちゃ背高い2メーターぐらいあったんじゃないですかね。で僕1メーター85ですよ。ビルパパ弁護士で有名な人だったらしいんですけど、でビルママもなんかいかにもなんか上品な感じで、そのビルママが PDP-11 っていうその初期の優秀なコンピューターをそのレイクサイドなんかハイスクールとか有名なシアトルの名門校で PTA で入れて、それをビル・ゲイツが使ってこうコンピューター業界で活躍するきっかけになったという貴重なお母さんなんですね。すごい。でビル・ゲイツはこうみんなと普通に歓談したんですよね。僕はねこういうノリなんで端っこの方で黙って酒飲んでこうなんかこう多分変わったやつだなと思ったんでしょうね。でビル・ゲイツわざわざ僕のそばまで歩いてきてくれて「何やってんだお前」って「いや僕はエクセルの開発に関わっております」僕エクセルの一番下っ端のテスターかなんかだから大したことやってないんだけどなと思いながら一応答えて「で何やってんだお前」「いやエクセルの開発です」「あそっかそれ具体的に何やったの?」「エクセルのソースコードをアメリカ本社からネットワーク経由で日本にダウンロードしたりとかしております」それでどうなの？いやそのね時間が1分ぐらいで済む時と10分ぐらいかかる時あってあるんですよ。お前その原因を知ってるか？いや俺よく分かってないけどなんかすぐ行く時と行かない時があるんですよ。で何の話か分かんないと思うんですけど、その1990年か91年ぐらいだったんでインターネットがまだ広まってなかったです十分。だから TCP/IP の世界じゃなくてネットビューイっていう通信プロトコルがあって、それは IBM が確か作ったのかな。 TCP/IP が安定してないんですよ。太平洋を来る時のハワイのあたりで時々止まっちゃったりとか、だからいろんな事情があってネット回線の事情によって10分ぐらいかかる時と1分ぐらいかかる時がある。ネットコンディションです、いつコーズバイネットコンディションなんたらかんたらとか難しいこと言ってたらビル・ゲイツが「それでお前はその原因を突き止めてないのか?」「いやネットのコンディションだと思います」でそのやり取り何度か繰り返してるうちにこいつうるせえなって怒りがこみ上げてきたんですよ。その世界一の金持ちになる男に対して「もうネットコンディションだよ」って言ったそのビル・ゲイツに対してみんな「へーへー」ってやってる日本のトップもやってるわけですね。そうやってこのバカ社員がとんでもないことを起こしたなみたいな感じになっちゃって周りがまあ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 って抑えにかかったっていうのが僕のビル・ゲイツの思い出なんですやっぱバカ社員だったんですね。だけどあの時思ったのはその何が原因でそうなってるかを突き止めてないってことは彼は許せなかったんですね。だから僕からすると分かんねえよネットの本質、途中のネット回線全部俺調べる立場じゃないしっていうのを言いたかったわけです。でもう一点思ったのは彼はおそらく自分におべっか使って寄ってくる人とはあんまり本当は話したくなかったんですね。
ら僕みたいにパーティーの隅っこで黙ってグビグビ読んでる変な社員がこいつ全然すり寄ってこないけど何者なのって思ってわざわざ来て多分話しかけてくれたんですよ。そのチャンスを自ら不意にしてしまいましたってお話で、ブロックチェーン TV と関係ないんですけど、あまりにいろんな人でちょっと話してって言われるんで話してみました。太田君、こんなもんでよろしいでしょうか。なんかもうちょっとなんか聞いていいですか。はい、質問なんでも。なんか、はやっぱ世界一の金持ちじゃないですか、いまだに個人では。はい、はい、何がやっぱすごかったんですかね、ビル・ゲイツは。ですね、これいろんな見解あると思うんですけど、僕から見ると、実際頭も良くてすごい真面目に仕事頑張ったっていうことはまず根底にありますね。ただモノポリーゲームっていうのがあるらしくて、その競合を全部叩き潰して自分だけが勝ち抜いていくようなゲームが好きだった彼は。だからソフトウェアっていうのはシェアが大きいところが全ての利益を持っていくわけですよ。トップシェアになったところが、その時代に思いっきり合っていましたね。要するにちょっとさすがにやばくて話せないぐらいのその競合を叩き潰すための全力の態度があって、日本だと結構昔の時代にソフトバンクの孫さんビル・ゲイツに会ってらしたらしくて、そのあまりのその競合を徹底的に潰す態度に恐れをなした孫さんは新しい事業をやるときにビル・ゲイツに電話して事前に「次これやろうと思うんだけどどうかな?」って意見聞いて、それいいんじゃないって言ってもらった分野だけ行くように気を使ってたってぐらい、その自分の取る分野は徹底的にいくと。だから逆にインターネットの時は実は出遅れてるんですよ彼は。だから社員がインターネットを使ってると会社でサボってるように見えたんでしょ、おそらく。だからインターネット圧倒的に出遅れて、それでネットスケープ、僕がその後転職することになったネットスケープがすっかりブラウザのシェアも取っちゃって、ただこれと決めたものに関しては徹底的にその分野で1位になるように頑張る。だからお金がもうすでに相当ある時でも土曜日必ず出社して仕事してたとか、ものすごい真剣で、お金がかなり儲かった後もファーストクラスは使わない。逆にちょっと贅沢してる社員がいたらもう激怒する。贅沢してる社員がいたところか、結構有名なエピソードで日本法人がビル・ゲイツ向けにもうだいぶお金持ちになったしファーストクラスでって思ってファーストクラスのエアチケット用意したら「お前らこんなもん用意できるほど金も儲けたのか」ともう激怒されて大変なことになっちゃったとか。なんで彼は激怒したかっていうのは自分が贅沢をしたくないからだけじゃないんですよ。自分もエコノミーかビジネスクラスを使ってる、公平な環境で社員が頑張れるようにしてる、だからその君たちも公平な環境で僕たちはいいものを作ろうとしてるんだってことを徹底しているルールを、公平性を、実際自分は株で世界一の大金持ちになるわけだけど、その組織体の上において筋を通すということに関してはものすごい徹底してたと思いますよ。シリコンバレーはある意味ではビル・ゲイツよりも天才的なエンジニアとかさすがにいたけど、そのルールをとことん通していい組織を維持しようっていう、そのなんかルールを守って組織を作るってことに関して徹底したやつは確かにあんまりいなかったかもしれない。なるほどね。いや僕はだから一番下っ端でさっきのパーティーぐらいしか直接見る話する思い出はなかった人間からの立場だけど、そのビジネスすごい真剣で、かつ競合は何が何でも絶対的に叩き潰すっていうのが、その表計算とかワープロってこうデファクトスタンダード取ったやつが全部の利益を持っていくじゃないですか。その初期のマイクロソフトのソフトウェア会社の利益のありようと全く一致したんでしょうね。だから彼のスタイルが今のインターネット時代に合ってるかって言ったらそれまたちょっと別問題だけど、その真面目で頭が良くてとことんシェア取るために頑張って組織に公平なルールを導入する、彼ほど真剣で真面目にやるやつはいなかったんです。だからそれがあんまり徹底してるから、そのパーティーの片隅ごときで一番下っ端の僕とそのやり取りをしちゃうっていう、そういう男だったんだろうと僕は思ってます。よろしいでしょうか、太田先生。はい、はい、ありがとうございます。もう十分長尺じゃないですか。僕恥ずかしいんですけど。全然まだ30分ぐらい喋れそうですけど。そうなんですか。いや中村さんいつも面白い話いっぱいしてるんで、なんかあれば。これまた下っ端の立場で恥ずかしいんですけど、マイクロソフト辞めてから
初代日本法人社長だった古川さんにお会いさせていただくことがありました。おお。で僕ね、古川さんの立場だからこそ分かることで後から聞いて非常に意外だったのが、実はマイクロソフト日本法人の前にアスキーって会社が知ってますか？知らないです。日本の初期のコンピューター雑誌とかを作ってる出版社で非常に有名、実際いい記事がたくさんあって、西さんって人が率いてたんですね。で古川さんって人はそのアスキーの事業部長かなんかだったので、西さんって人はだからもともとマイクロソフトの本社の副社長だった時になるのかな。だからマイクロソフトの発展のきっかけを作った人なんですよ。その IBM が PC 向けの OS を供給してくれって頼みに来た時に、マイクロソフトにまだ何にも OS なくて、さすがのビル・ゲイツもこう何にもないし契約できないっていう時に「やろうって言ったんだって。だから後から仕入れてきて他の人から買い取ってそれを入れたってとこ始まってる人なんですけど、だから西さんって人すごいイケイケでビル・ゲイツとすごい違うタイプだと僕は思ったんですけど、その両者をよく知っている古川さんが言うにはあの二人はすごい似たタイプだと。ただ違うのは、それは古川さんそこまで言ってないけど、後から思うとその喧嘩の原因にもなった儲かるとめちゃくちゃ使っちゃう人なんですよ西さんって。だから日本のイベントのなんかすごい大きいゴジラの仕掛けなんか怪獣みたいな大きいあれ作って、それで喧嘩になっちゃってやめさせちゃうと。そこなんだ。でまあちょっと残念な話になっちゃうかもしれないけど、西さんって人はビル・ゲイツの10分の1のストックオプションをもらってて喧嘩して辞めちゃったから、ビル・ゲイツさん今大体10兆円ぐらいじゃないですか。あのままついてってれば1兆円だったのかなってことに長年うなされてたっていうか、人間って何がきっかけなのか分かんない。なんかもともと持ってない人間から見れば手にできなかった1兆円何の苦しみにも何もなんないけど、あの時うまくやってればそうなったのかなってことはその後の人生を大きく左右させたみたいですね。まあでももうみんな60代ですよ、僕より10歳ちょっと上のなんかこのブロックチェーン TV のコンピューターの初期の頃の話したように、コンピューター業界の初期に活躍した人はビル・ゲイツもその西さんも古川さんもアメリカとも死んじゃったけどスティーブン・ジョブスも、あとソフトバンクの孫さんだけ2歳下なのかな、みんな1955年あたり、孫さんだけ57年かな、あのあたりに生まれて一番多感な20歳ぐらいの時期に CPU の原型みたいなのができて突っ走ってきたし、まあその人たちはもう一つのドラマを結構大きいピークを過ぎちゃったかもしれない。なるほどな。ですごい面白い話題なんですけど、僕はずっと下っ端で今も下っ端なんで、こうやって若い YouTuber とやってるのもまあ楽しいかなと思って動画撮らせていただいてます。太田先生このぐらいでよろしいでしょうか。ありがとうございます。もう十分長尺で、はい、恥ずかしいからまた飲んじゃいますよ。飲まないと動画撮れるとアル中になっちゃう俺。じゃあまた一回切って、はい、これをきっかけに、はい、はい、お願いします。はい。